この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、目力があって迫力のあるイラストですよね。ファニーカイドウさんの作品で、タイトルはオリキャラのアクタ等かな。このイラストはリアルな影を描けるようになりたくて試行錯誤して描きました。でもなぜだかリアルな感じを一部は納得できるように描けたんですが、キャラの目元や鼻周りが特に違和感を感じてしまい、修正しようとしても納得ができるようにできませんでした。添削してほしいポイントはキャラクターの目元です。とのことです。とてもね、目力があるキャラクターで、迫力のあるイラストだなっていう風に思います。キャラクターの後ろに骸骨がいるっていうすごくシンプルな構図なんですが、それゆえにキャラクターの魅力を伝えやすい構成になっていて、潔くていい絵だなっていう風に思いました。このですね、バックに敷かれているこの方眼紙、これもですね、アクタくんがすごく頭のいい切れ者の学生のようなイメージが伝わってきますので、これもね、すごくうまい背景選びだなという風に思いました。さて、それでは今日はどこを添削していくかなんですが、ファニーさんはコメントで、リアルに描きたいんだけど、目と鼻がうまくいっていないとおっしゃっています。確かにね、とても迫力がある絵なんですが、目と鼻をもっとリアルに描くことができたらさらに迫力が増すような気がします。なので今回はここからもっとリアルに描くにはどうすればいいのというテーマで添削を進めていきたいと思います。これはですね、結構多くの人が感じている課題なんじゃないかと思うんですよ。リアルさ。今回の動画を見ていただければ、リアルに描きたいんだけど、いまいちリアルにならない。そんなお悩みを払拭して、そうか、ここに気をつければ、リアルっぽいイラストが描けるのか、というポイントを知っていただけると思います。ぜひ、最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。まずですね、目と鼻に行く前に、ちょっと土台をしっかり整えておいた方が良いので、体周りですね。この辺の形をはっきりさせようと思います。はい。こんな感じ。ファニーさんの絵柄の良さとして、こういうね、荒々しいタッチ。これがあると思うんですが、このタッチは殺さずに、形をはっきりさせるところはしっかり描いていく。そういう意識で描いていきます。肩周りについても手を入れていきますね。直す前はね、ここも書き飛ばし気味に書かれていましたが、顔に暗い影が落ちているので、シャツにもね、意外と濃い影を落としてあげてもリアリティが出て良いと思います。さて、ここでワンポイントテクニックです。こちらのイラスト、迫力を出すために画面のすべてサイドの低い濁った色であえて描かれていると思うんですが、その中でもちょっとだけ一部のサイドを上げてあげると急に立体感を際立たせることができます。やり方は簡単です。今描いた絵の上に1個レイヤーを作ってですね、このレイヤーモードをハードライトレイヤーに変換します。あとは少しだけ鮮やかな色。この場合はね、青に設定しましょうか。この青を選んで、ほんのうっすらでもいいので、光と影の間をスススススーっとこういう風になぞってあげると、ほら、どうですか？ここです。こんな感じで、ここだけ、ちょっとだけ鮮やかになって、なんか立体感が強調された感じがしませんか？ちょっとね、わかりやすいようにシャツ全体にかけてみますね。ほら、どうですか？全体の印象は変わっていないのに、今の手数だけで立体感がアップしたのがお分かりいただけると思います。これはですね、プロもよくやっているテクニックなので、意識してみると面白いですよ。さらに、首周りを整えていきましょう。やってみます。
はい、首の形を整えてみました。デフォルメが強い場合にはその限りではないんですが、リアルめな絵の場合、首はね、耳の後ろから伸びていますから、この辺りの形状にも気をつけながら描いてみてください。さあ、まだ全然顔周りまで手を入れていませんが、どうでしょう。ここだけでもちょっとだけリアルになった感じがしますよね。いかがでしょうか。そうなんです。リアルさを表現するのに重要なのは、形をはっきりとさせるというのがとても有効なんですね。書き飛ばす部分はあっても全然いいんですが、はっきりと書く部分も作ること。これがリアルに見せるためのコツの一つです。これはぜひ頭に入れておいてくださいね。さて、それではいよいよ顔周りに移っていきましょう。まずは鼻周りを整えていきますね。はい。鼻も結構しっかりと小鼻の形や鼻筋など意識しながら形状を整えてみました。デフォルメの効いた顔を描く場合には鼻は省略しがちですが、リアルな絵を描くときには鼻の立体感、どの面がどの方向を向いているのか強く意識しながら描いていくと良いでしょう。では口元にも手を入れていきますね。はい、こんな感じ。大体は元の形状のまま陰影を整えていっただけなんですが、大きく変えた部分としてはこの唇ですね。これがポイントの2つ目です。デフォルメの場合には唇を描くとちょっとね、女性っぽくなってしまうことがあるんですが、リアルな絵柄の場合、男性でも唇をちゃんと描くことで、本当にキャラクターがいるようなリアリティを表現することができますね。あまり大げさに描く必要はないんですが、唇をうっすらと描いてあげると良いと思います。もしね、ちょっとこう短美というかアイドルっぽい感じを出したかったら、男性でも少し赤みの入った唇にするのもありだと思います。そうすることでちょっとね、韓国アイドルっぽい綺麗に整ったキラキラした男性像を描き出すことができると思います。さて、それでは次は輪郭を整えていきますね。やってみます。はい、輪郭を整えました。あとはね、耳ですね。ここもちょっと書き飛ばし気味なので、形状をはっきりさせてあげましょう。はい。こんな感じ。耳はね、意外とリアリティには重要な部分なので、自分の耳を写真に撮って描いてみてもいいかもしれません。さて、それでは、ここで大事な目元の修正といきましょう。目元はですね、特にリアリティを表現するためには重要です。目の印象ってものすごく見ている人にとっては大事なので、ここの解像度をしっかり上げて、特に形をはっきり描いてあげることが重要ですね。例えば、まぶたと下まぶたの形。ここをね、はっきり描いてあげましょう。やってみます。はい、まぶたの形状を整えたのと、あとはね、このまつげですね。まつげを描いてあげると、ぐぐっと形状がはっきりして、解像度が上がったような印象になりますので、しっかり描いてあげるのも一つの手だと思います。さらに、黒目ですね。黒目というか、これ多分ですね、よく見てみると、アクタくんの目は赤い色で描かれているので、赤い色にしたいのかもしれません。ちょっと思い切って強い赤色を入れてみますね。やってみます。
目に強いコントラストを持ってくることで印象が一気にはっきりした感じがしますし、あとすごい細かいですけど、ここですね、このほんのちょっとだけハイライトを入れてあげることで生きている人間っていう感じがしますよね。ほら、引いてみてもこの印象が強いと思います。ただね、ちょっと設定を知らないのでもしかしたらと思うんですが、もしアクタくんが生きている人間ではない、この世の存在ではないということを表したい場合には、このハイライトはあえて入れないという選択肢もありだと思います。それは設定によってアレンジしてみてください。さあ、顔は大方整ってきましたので、次に髪の毛を調整しましょう。まずはこうですね。はい。これ結構絵を描いている人にとってわかると思うんですが、濃い色を入れるのってちょっと怖かったりしますよね。でも、このぐらい髪の毛を濃くして、肌色とのコントラストさをつけた方が、形がね、こうはっきりしてリアリティがアップすることが多いです。髪の毛の全面を濃くしたことによって、光が当たっている上の面もはっきりして、立体感がアップしましたよね。もうちょっとだけ光の面も強調していいかもしれないので、少しだけ色を明るく調整します。はい、こんな感じです。でね、ここでもう一つリアリティをアップするポイントです。リアリティをアップする場合には、髪の毛の中に細かい毛を意識的に加えてください。どういうことかやってみますね。はい。どうでしょう。細かい毛を入れたことで、さらに解像度がアップした感じがしませんか？アクタくんに触れられそうな感じがさっきよりもアップしたのがお分かりいただけると思います。さあ、キャラクターの部分は大体終わりましたので、次はバックの骸骨くんに移っていきたいと思います。骸骨くんも形自体はよく取れているので、さっきアクタくんの添削で紹介したポイント、形をはっきりする。これを適用していけば、この骸骨くんもいい感じになっていくと思います。まずは、口元の形。これをね、少しだけはっきりしていきましょう。はい、こんな感じです。特にね、歯の形が曖昧だったので、ここをしっかりと描いてあげることが重要ですね。次は目元と鼻周りをはっきりさせていきましょう。やってみます。はい、こんな感じです。形状をね、はっきりさせるときに、こういう白く残っている部分って、ちょっとね、実はスカスカに見えてしまうことがあるので、この辺りにもちゃんと影を描いてあげると、あ、なるほど、ここはこういう形になってるのね、っていう風に見た人に伝わってリアリティがアップする効果があると思います。はい、輪郭についても同じく形状をはっきりと整えていってあげましょう。はい、こうですね。でね、体周り。ここはちょっと集中力途切れちゃったのかな。ここはね、特にちょっと形状が曖昧ですね。まあ、曖昧でも全然いいんですが、一部だけでもはっきりと描いてあげた方が、描き飛ばした部分がいい感じに見えることがありますので、鎖骨ぐらいははっきりと描いてあげてもいいかもしれません。やってみましょう。はい、こんな感じですね。次は背景に移っていきます。今回のイラストは、背景についてはそんなに気になるポイントはないので、手を入れる部分は少しです。例えばね、ちょっとあえて暗めというか、邪悪な感じを際立たせたいと思うので、この濃い緑色の部分ですね。
これはもう少し広げてあげてもいいかもしれません。はい、あとはですね、背景にわざわざ方眼紙を置いている意味として、おそらくですが、アクタ君の頭の良さ、そして彼が学生であること、で、その頭の良さを使って良いことをするのかというと、そんなことはなくて、結構ね、邪悪な能力を使用するようなキャラクターだということを表していると思うんですね。でも今のままだと、それが若干伝わりづらいので、こういう風にしてもいいかもしれません。はい、難しそうな数式を書いてみました。これによってこのキャラクターが頭が良く、かつ骸骨によってその頭脳を悪い方向に使っているんだということがわかります。最後はね、演出の方法として好き嫌いはあるかもしれませんが、こんなやり方もありだと思います。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。元の形状はね、そんなに変えてませんが、書き込みだけアップすることで、かなりね、印象がぐぐっとリアル寄りに変わると思います。いかがでしょう。はい、今回の添削はですね、リアリティをアップするためにどうすればいいのかというポイントに着目しながら添削してきました。いかがだったでしょうか。まずはじめに、ここですね、形状をある程度はっきりさせることが大事だよということで、アクタ君の顔周り、目、鼻、口の形状をはっきりと書き込んでいきました。そして次、髪の毛のコントラスト。これもしっかりつけて、かつここのポイントはですね、細い髪の毛もしっかりと書き込んであげること。これによって絵の解像度がぐぐっとアップするような感じがしますので、意識的に書いてあげるといいと思います。そして同じように背景の骸骨くんについてもポイントを意識しながら書いてあげるとリアリティをアップすることができますね。そして最後はこうですね。これは好き好きがあるかもしれませんが、アクタ君がどのようなキャラなのか説明するために難しそうな数式を書いてあげること。これによってもキャラクターのリアリティにつながっていくかもしれません。はい。また今回はですね、男性キャラにリアリティを持たせる方法についてお伝えしてきましたが、同じような内容でも女性キャラのパターンを見てみたいという方もいると思います。そんな方にはこちらの動画、気まぐれ添削84、もっと〇〇すれば絵のリアリティが出ますがおすすめです。はい。もっと〇〇すれば、〇〇なんでしょうね。ちょっと気になりますよね。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後に、あのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。